はいどうも、速録です。先日ブログの方には書き込んだんですけれども、釣りを始めることになりまして、釣りに関するものをいろいろ作ってるわけなんですけれども、今日はそのうちの一つ、糸巻き機を作っていきたいと思います。釣りをすることになって、今までは道具を借りてたんですが、今回ね、インターネットで全て購入しました。ロッドからリールから、もちろんラインから何から何まで全て購入したんですが、当然インターネットで購入したんで、誰も糸を巻いてくれないわけですよね。なので、自分で巻こうと思うんですが、いろいろと調べるとね、注意点なんかもあったりして結構難しいんだなと思いながら見てたんですけど、糸巻き機があった方がいいだろうという判断に至りまして、今回は作っていこうと思います。で、釣りに関しては全くの素人なんで、糸の巻き方とかね、そのあたりはね、ぜひ他の動画を参考にしてください。今回作る糸巻き機の用途は2つ想定しております。まず今お話ししたこのリールに糸を巻くっていう機能と、あとラインを交換する際ね、巻いてある糸をこの元あったケースに戻す、そんな機能を想定して作っていこうと思います。まずメインの材料なんですが、これを使っていきます。ドン。はい。この間のね、なんだっけあれ、ドリルのやつあれの実験の時に使った柱に見立てて作ったものですね。作ったものっていうか4本ビス止めしただけなんだけど、これをね今回、利用していこうと思います。これだとねどこのお宅にもあるかと思うんで、一家に一台ありますよね、これね。なのでこれを使っていきます。まずはちょっと一回分解します。はい、 OK ですね。柱とあと土台、これを使っていこうと思います。でこれちょっと黒くてね、毛がいた線とか見づらいと思うんだけど、これにまずは穴を開けていきます。この辺よし、はい。全然わかんないと思うけど3箇所ね今印をつけました。一番上には M8 のボルトを通します。下の2箇所もボルトを通すんですけど、こっちはね通すと言っても貫通はさせないです。折り目ナットを埋め込んで差し込むだけ、そんな感じにしたいと思います。でこの位置関係は、出来上がりを見てもらった方がいいかな。じゃあまず穴を開けていきます。よし、これで1箇所の貫通の穴と2箇所の3センチぐらい入れましたかね、斜めの穴を作りました。はい、次はねこの M8 のボルトを必要な長さに切っていきたいと思います。この M8 のボルトもどこのご家庭にも必ず1本は常備してるはずなので、あるものを使ってください。ということで次はこの真ん中の穴ですね、このリールを止める場所、ここに折り目ナットを埋め込んでいきます。で一番最初 8mm のねドリルで全部開けたんだけど、ここは折り目ナットを埋める部分だったんで 10mm で開け直しました。で M8 の打ち込むタイプの折り目ナット、これを使っていきます。で今回使っているのはつば付きなのでちょっと出っ張っちゃいますけど、そもそも見た目を気にするのであれば高速リサイクラーとかっていういい商品も販売されてましたんで、そっちを買った方がいいのかなと思います。機能も良さそうだしね。ただ自分はあんまりそこまでやらないのと、そんな道具にお金をかけるなら釣り具の方にお金を投入したいと思いまして、今回はこの方法を選んでます。はい、ということで2箇所埋め込みました。でここにさっき切ったボルトを止めていくと。はい、こんな感じです。これの意図はこの間にリールを挟み込みたいんですよ。でこのままだと結構傷ついちゃうと思うんで、グリップテープを貼っていきたいと思います。はい、こんなのゴルフ用のグリップテープなんですけど、この SK11 のエア工具、昔から使ってるのがあるんですけど、このグリップ部分のゴムがですねボロッボロになって
でここに新しいグリップを巻きたいなと思って以前グリップテープを購入したんですけど、これ結構良くて握り心地も、かなり保護にも使えるかなと思いますんで、今回はこのグリップをここに巻きつけて、あとはちょっと太さの調整をグリップでしようかなと思ってます。はい、今巻き終わりました。結構ね余裕を持ちすぎてかなりの隙間が出ちゃってたのでかなり巻きましたねなのでちょっと不格好にはなってしまったんですけど、一応使い方はこう引っ掛けるだけでこんな感じでとりあえず固定はできたので大丈夫かなとは思います。ちょっと心配だけどな、もう1本増やした方がいいかもしれないね。それはおいおい考えます。ではここまでできましたんで、もうほとんど完成なんですが、最後にね、もう1個家にあるものを使います。これホールソーでくり抜いたらよく出ますよね。これ多分一家に30個ぐらいはあるんじゃない。これをね今回2個使います。1個も形を整えたんですけど、この真ん中に先ほどの M8 のボルトあれが通るようにして、穴を開け直してですね、で周りを軽くヤスリで成形したっていう感じですね。これを2つ作ります。こんな感じで、最初から穴は開いてたけど、これしかも厚み違うしね、こっちとこっちで、こっちが 18mm でこっち15mm ぐらいしかないと思う。何でもいいです。はい、ではここまでできましたんで、一番最初に取り外したこの下の材料を取り付けます。できました。で、この M8 の最初のボルトですね、これを一番上の穴に通していきます。よし。はい、ということで出来上がりました。完成形はこんな感じです。で、今つけれるものを全てつけてみたんですけどまずね、ここにはラインをつけます。とりあえずここには今ショックリーダーっていうラインをつけてるんですけど、これは気にしないでください。ここにラインをつけます。で、下にリールをつけます。で、ここはね電動ドリルをつけます。で、止め方なんですけど、ここ付け根ドリル側、ここはダブルナットで固定してます。で、逆側もダブルナットですね。で、これでドリルを回すとこんな感じで、こんな感じで回せます。で、この先っぽ、ここには超ナットがついてるんですけど、この止めるテンションですね、これを調整します。ドリルで回す時ってプラスチックのケース側に糸を戻す時なんで、その時はテンション強めにしてね、で巻いてあげると、ゆっくりゆーっと、はい、今みたいな使い方だとこのリールから糸を巻き取るって感じですね。リールはここに置いておいてゆっくり巻き取ると、はい、そんな感じの使い方です。で、今回は糸を戻すのではなくて、そもそもリールに糸が巻かさってないので、今回はこのドリルは使わないんですよ、実は。いずれ使うだろうと思ってこういう風にしました。はい、こんな感じで簡単に取れます。で、つけるときはガシッと差し込んで、はい、これだけですね。で、実際にリールに糸を貼るとき、それはね、竿を使います。このロッドのここにリールをつけてしまって、で、ここに貼りたい糸をつけて、で、これもう一本つけますけど、で、ガイドからこうテンションをかけた状態で巻いていくそうですね。その時はちょっとこっち側、今このままだとね、超ナットでいくら締めてもこれ一緒にこれも回っちゃいますんで、なんていうんですか、硬さの調整ができないというか、ボルトと一緒に回るような感じになってますんで、本当はボルトは回らない状態でこれだけが微妙に回るように調整したいんで、今これこっちががっちりでこっちゆるゆるになってますんで、今これこっちががっちりでこっちゆるゆるになってますんで、この辺りはナット類で調整して使いたいなと思ってます。それでもう一個大事なこと言うの忘れてた。で、これ本体なんだけど、このままだとね動いちゃうんで、糸張ってがっちりテンションかけて引っ張りながら巻くってなると倒れちゃいますんで、そのためにこの下の土台をいつものこのクランプで固定して使おうかなと思ってます。はい、ということで今、巻き始めてます。
でぎっちり巻いた方がいいって言われたんだけど、ぎっちりってどれぐらいなんだろうね。なんかそのあたりがねよくわかんないんですよね。で本当はねガイドを通した方がいいみたいなんですけど、糸を通すの忘れてました。これ2本組なんでね、この一番下のガイドから出すべきだったみたいなんだけど、この辺は全然参考にしないでください。ギチギチってどれぐらいなんだろうね。これがわからんのですよ。結構ガチガチに巻いてるような気がするんですけど、これ両サイド止めるのダブルナットの方がいいですね。ダブルナットで外側だけ超ナット、それが一番調整しやすくて安定しますね。よいしょ。そうじゃないとたまにねこのテンションが変わっちゃうんですよ、ナットが回って。そうなるとかなりゆるゆるになっちゃうんで、これ硬すぎなのかな。誰か釣り好きな人いたら教えてください。ちなみに巻いてるのは3号の 300m ですね。でリールは6000番手です。あとほんとガイドが重要なんですね。ガイドないとテンションを維持できないですね。このぐらいでいいんじゃないかな。巻くテンションこのぐらいだと楽だわ。もう早く巻き終わりたい。べちゃべちゃ。なんか本当はねこう濡らしたものってこう支えるといいみたいなんですけど、めんどくさくてもうこれ糸ごと水に沈めといたんですよ、結構な時間。いいのか悪いのか分かんないですけど、そしたらもうその下がべちゃべちゃですね。熱は全然持たないので良さそうではあるんだけどべちゃべちゃ。やりました。巻き切りました。どうなんだろう、緩くないのかな。ビタビタこんなもんなんですかね。ぴったりといえばぴったりなんですけど、ちょっと一番最後の何巻きか分だけ緩くなっちゃったんで盛り上がっちゃってますけど、この何巻きかだけ手で巻こうか。よしできた。無事に糸が巻けました。一応できましたね。いろいろやりながら改良はしましたけど、まずねちょっとこの辺の再調整が必要でした。というのはね、リールを巻くときにここが回ってるうちに緩んじゃうんですよ、周りのナットがどんどん。なので全部ダブルナットにしましたね。超ナットダブルナット、こっちはこっちで締めて、でこっちはこっちで動かないように締めてたんですけど、なんかその方が良かったです、感じ的には。でこのボルトは完全にこっちで固定してあげて、であとはこのスプールだけ動くような、でこっちのスプールの動きをこっちの超ナットで調整する、なんかそんな感じの方が使いやすかったんで、途中でナットを追加しました。でもうまくできたんじゃないかな。家にあるものだけで作ったんで0円ですね。多分皆さんも家にあるものだけでできると思いますんで、柱もあるし M8 のボルトもあるし、あと超ナットとナットワッシャー、そのあたりがあれば OK かな。あとはここの、クリップテープですね。ここだけもしかしたら買ったり、もっと他の方法、普通のテープ巻いて保護するだけでもいいと思うんですけど、その方がいいかなと思います。はい、ということで、リールの方にラインを巻いてみましたが、巻いてみた感想は意外とよくできたんじゃないかなと思いますね。若干このスプールの周りがぎこちなかったけど、この辺りはちょっと改良する余地はあるかなと思いますね。この押さえるこの木の部材、これがもうちょっと先端とんがってるような部材だと、もうちょっとこのスプールの周りが安定するんではないかなと思います。この辺りはただね、あんまりやる作業でもないので、とりあえずいいかなとは思ってますけど、なので今回はこれで完成として、1号機ですね。1号機完成ということで、今回は終わりたいと思います。ちょっとでも参考になった、面白かったという方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。では次回の動画でまたお会いいたしましょう。またね。